こんばんは、はるです。今回は最新版のディフェンダーティアリストになります。前回のティアリストからまた時間が経ったので更新をしていきたいなと思います。選手の強さを5段階に評価したものがティアリストになってます。で、今回ですね、TOTS 開幕ということで、コミュニティだったりとか、今行われているプレミアのTOTS 選手たちを含んだものになってます。で、それでは早速紹介をしていきたいなというふうに思います。こちらが最新版のディフェンダーのティアリストになります。D だったり C に、特に変更だったりとかはないんですけど、D にはオビエド、そして C にはアスピリクエタ、そしてチアゴシウバを、少し下げたという風な形になります。追加した選手はいないという風な形ですね。で、そして B です。B はですね、真ん中ら辺に、TOTS モーメント、ベンセバイニ、そして TOTS のダニーロ、この2人を入れました。他は追加はなくてですね、コミュニティの TOTS から、この2人ということで、ベースバイニに関してはですね、身長が比較的高い、LB、左サイドバックになってます。で、逆足がね、4っていうのも非常に素晴らしい、ところではあります。能力もね、そんなには、悪くはなくてですね、TOTS の選手ながらに、普通に、使えるような選手にはなります。値段はね、比較的安いので、コスパ面的には、いいのかなという風に感じます。ケミが合えば、全然強いかなという風なところです。で、そしてダニーロですね。ダニーロに関してはですね、TOTS 選手として、ペースがね、もうちょっと上がればかなり良かったかなっていうのは、思います。あとはね、この人、LB じゃないね、RB か。右サイドバックも一応大体ポジションで持ってるんですけど、個人的なおすすめとしてはセンターバックかなっていう風に、感じますね。視野の部分とかがね、ちょっと低くて、パス面で、どうしても、なんかこう、通してくれない場面があったりとかっていうのは出てくるかなという風には思うので、センターバック向きかなっていう風に思います。フィジカルもね、そこまでなかったりは、するんですけど、この人もそれなりにできる。ちょっと惜しかった、選手にはなります。TOTS でもう本当に足りないところがガッと、もっとより上がってれば、かなり上のランクに行ってたかなという風に感じます。で、そして A と B の間にいるのが、フットバースでエメルソン、そして TOTS のジンチェンコ、そしてトリッピアになります。ジンチェンコ、トリッピアに関してはプレミアの、TOTS で輩出をされた選手なんですけど、二人ともね、結構似ていてですね、ざっくり、サイドバックとしてスピードとかはあるんですけど、比較的身長が小さくて小柄で、フィジカルにちょっとこう弱さがあるっていう風な選手になります。もちろんボールタッチの柔らかさだったりとか軽さの部分ではジンチェンコの方がありますし、トリピアはそこまでなんかドリブルっていう風な感じはそんなにはできない、選手ではあるんですけど、ざっくり、サイドバック、守備面として見ると、やっぱフィジカルが弱い、ちょっと2人に、なります。ですけど、比較的やっぱそこのフィジカル面とかこの守備面のこうガツンといく弱さっていうのがマイナス面で、他は全然プラスなので、総合的には B より上ではあるんですけど、A の選手たちほど強くはないかなという風に自分は、感じますね。使っていてそこまでね気にはならないことかもしれないんですけど、やっぱりねフィジカルの部分っていうのは守備面の守備者の選手としては大事にはなってくるので、そういう風なところでガツンと取り切ってほしい時にそういうフィジカルの弱さが絶対出てきてしまうので、個人的にちょっと A には上げづらかったかなという風には感じます。ですけどやっぱり総合的に、先ほど言った通り総合的に見ると、全然強い、そんな選手にはなってます。で、そして A ですね。A に関してはですね、TOTS モーメント、リース・ジェームズ、そして、TOTS のタベルニア、そして TOTS ロバートソン、そして TOTS のキム・ミンジェ、そして TOTS のアケという風な形になってます。リース・ジェームズに関してはですね、TOTS モーメントっていう風なことにはなるんですけど、
まあ先ほどの、2人のサイドバックよりかは全然強いような選手になってます。まあフィジカルも強いですし、スピードもありながら、守備面も、非常に高いという風な選手にはなります。まあプレミアで右サイドバックっていう風なところでいくと、かなりトップレベルの、選手としては出てきてくれたのかなという風に思います。まあ今作ね、最初、序盤からずっとリース・ジェームズの特集は欲しかったので、まあ個人的には待望の選手だったんですけど、まあ普通に強い、選手にはなります。まあ十何万ぐらいでね、この人買えると思うんですけど、まあ全然安いかなっていう風に、まあ思いつつですね、まあドリブル面はね、そんなには軽かったりとかは、まあしないので、まあそこはちょっとね、難しいところではあるんですけど、まあですけど、ウォーカーよりは、普通に扱えるような選手になりますし、まあ個人的には全然強くて、優秀かなという風に感じます。で、そしてタベルニャですね。まあタベルニャに関してもですね、ケミが合えば、普通に使えて、強い選手にはなります。で、この人はね、守備能力っていうのはそこまで高くは、ないんですけど、まあ守備値以上に対人の強さがあるような選手にはなってます。まあ比較的ドリブルも、できたり、スピードもあったり、パスもね、うまいので、まあそういう風な、ところである程度こうボールを持っていけるような、選手にはなります。まあ若干ね、逆足の部分だったりとかで、まあ不満なところはね、若干出てきてはしまうんですけど、まあ総合的に、この人は A かなという風に感じます。で、そして TOTS、キム・ミンジェですね、キム・ミンジェ。まあ、キム・ミンジェに関してもですね、普通にやっぱり TOTS ということで、めちゃくちゃ強く、なってます。まあ、ちょっとね、S に上げようかと思ったぐらいの選手ではあるんですけど、やっぱり S の面々を見てみると、まあちょっとそこまでいかないかなっていう風なところですね。まあこの人は値段に対しての強さがある、本当にコスパがいいような、選手にはなりますし、まあスピードがあって、体の強さ、フィジカルっていうのもあって、体重も強いっていう風な選手になるので、あとは身長も190センチあるので、まあセンターバックとしてがっしり、しているっていう風なところが、もう個人的にはいいポイントかなっていう風に感じます。まあ、冷静さとかが、もっと、こう、よりね、そこだけガッと上がってれば、かなり良かった選手にはなるかなというふうに感じます。で、そして TOTS、ロバートソンですね、ロバートソン。まあ、ロバートソンに関しては、今、プレミアの LB っていう風なところでいくと、まあ、自分的には1番、2番に強いような選手なんじゃないかなっていう風に、思いますね。まあ、TOTS でこの人も能力がね、かなり上がりましたし、まあ、スピード面も、あって、あとはまあ、フィジカルの部分もね、この人もそんなには強くは、ないんですけど、まあ、それでもまあ、まだ比較的という風なところですね。あとはね、この人本当に逆足がね、2からね、3に上がったのはいいんですけど、やっぱ3だと物足りないかな、4欲しいなっていう風なところではあるので、まあ、そこがちょっと、惜しかったかなっていう風に、思いますね。まあ、ドリブルも比較的持てるような選手にはなるので、まあ、攻撃参加もある程度できるんじゃないかなという風に思います。で、そして、アケですね。アケ。まあ、アケに関しても、普通にやっぱり小柄な、センターバックっていうことで、まあ、持ちやすい、操作しやすい、そんな選手になってます。まあ、海外のね、評価ではね、一部では、ラモスより強いんちゃうかみたいな、まあ、話も出ているほど、まあさすがにそこまではないと思うんですけど、まあそれでもやっぱり非常に動かしやすくて対人も強いっていう風なところがやっぱちょっとラモスを連想させるのかなっていう風に思います。まあ LB もね、この人はできるので、まあケミとかスカットのあれで、LB においても、まあ全然いいんじゃないかなっていう風に、感じます。まあ本当にこう小柄な選手にはなるので、まあ空中戦だったりとかは、まあ比較的頑張ってはくれるとは思うんですけど、やっぱり相手がガチムチで、強くてっていう風な選手だと、まあどうしても競り負けてしまうっていう風なことは、まあある。そんな選手にはなります。まあ個人的には、アケも全然強くて、普通に使えるような選手にはなるので、個人的には A かなという風なところです。で、そして S ですね。S と A の間ですね。S と A の間は、ファーディナンド、リオ・ファーディナンドですね。トロフィータイタンのファーディナンド。まあ、ここは前回とは変わらずっていう風な感じです。で、最後 S ですね。S ランクは、新しく追加した選手、TOTS モーメント、アラウホ、SBC で来てた選手です。で、そして、ルーベン・ディアス、TOTS のルーベン・ディアス、そして TOTS モーメント、バラン。で、そして TOTS のサリバと
いう風なことになります。アラウホに関してはですね、もう多分 SBC では作れなくなってるとは思うんですけど、個人的には作ってよかった、選手にはなります。ケミが、難しいんですけど、スピードも速くて、その対人の守備っていうのも貫通しないですし、しっかり取ってくれるっていう風な選手、あとはインターセプトも、しっかり取ってくれて、個人的には非常に強い、ラリーガのセンターバックかなという風に思います。ラリーガの TOTS が来ると、一気にちょっとケミがね、救われる選手かなっていう風に思うので、それもちょっと見越しながら、自分は作ったんですけど、あまり、自分は後悔ないなという風な、ところですね。空中戦も強くて、個人的にはいいかなという風に感じます。で、そしてルーベン・ディアスですね。TOTS ルーベン・ディアス。マジで強いですね。マジで強い。相手にいても強いし、本当に、速くなったルーベンっていうのは、もともと対人のね、守備は、本当に強かったので、そこでね、やっぱペースで置いていくっていうこともなかなかできなくなったので、本当にここのペースの改善っていうのは非常に大きいんじゃないかなっていう風に感じますね。マジで追いついてくるルーベン・ディアス。なんで、やっぱそういう風なところで、もともと、守備者としては完璧だった選手が足も速くなって出てくると、明らかに強いような、選手にはなってますね。で、かつやっぱビルドアップもね、この人できるので、本当になんか資格なしみたいな、感じの選手にはなってるなという風に感じます。で、そして、ティオテスモーメント、バランですね。バランもね、正直、ルーベン・ディアスでもめちゃくちゃ強くて、もう完璧なんですけど、それを若干ちょっと超えるような、選手ですね、バランに関しては。TOTS モーメントなんですけど、TOTS の選手より、ちょっと強いっていうのが、すごいですよね、本当に。この人も本当に地上戦、空中戦、本当にどちらも完璧ですし、この人がいたら本当に守れないような失点も守れるような、選手にはなります。身長も高いですし、やっぱりフィジカル面も強いですし、あとはね、内部の能力で、やっぱり冷静さとリアクションがね、99完走してるっていうのが、ちょっと、やっぱ総合値とかっていうところで、見えない、部分ではあるんですけど、そこがね、完走しているっていうのが非常にでかいかなっていうふうに思いますね。ペース90超えてるようなセンターバックになるので、もちろん速いし、で、かつ守備も非常に強いしっていうような感じになるので、ちょっと、正直 Y レベルというか、Y を超えるレベルの選手にはなってるかなというふうに思います。で、そして TOTS サリバですね。サリバ。サリバもね、全然強いです。プレミアのセンターバック、もちろんルーベンがいたりとか、バランがいたりとかってして、やっぱりちょっと霞んでしまうような選手かもしれないんですけど、非常にサリバも強い。全然 S ランクのそのランク帯にいてもおかしくないようなレベルにはなってます。ファンタジーフットでも自分は強かったですし、ファンタジーフットの頃にやっぱり世界大会で使われていたっていう風なこともあるので、なかなかね、ルーベンとどうかですね、バランはちょっと強すぎるんで、サリバーは、ルーベン・ディアスとどうかっていう風な形だという風に思います。比較的やっぱりサリバーも、めちゃくちゃ強くてですね、ペースもあるし、対人の守備も全然強いしっていう風な、感じにはなります。値段もね、40万で買えるので、もうめちゃくちゃ安いなっていう風に思うんですけど、やっぱり他の TOTS のね、センターバックも強いっていう風な感じもあるのか、この値段になっていて、比較的お求めやすい、価格帯にはなるかなという風には感じるので、強さも、ありながら、それぐらいの安さっていう風なところで、一番使いやすいような、センターバックにはなるんじゃないかなという風に感じます。そういう感じで、これがディフェンダー、最新版のディフェンダーのティアリストになります。ここにいない選手だったりとか、いるという風に思うので、気になる選手がいれば、気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。